ムと呼ばれるような自動売買システムも市場にはあります。これ結構イライラさせられるんですよ。心理面へのアプローチも大事になってきます。そういう意味では将棋やオセロのようなボードゲーム好きにも向いているかもしれません。こんにちは。デイトレ塾良平です。このチャンネルでは株歴、デイトレ歴17年で16年間勝ち続けている私が初心者さん向けの情報からデイトレで勝つための手法、考え方など株式投資関連の情報を幅広く発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回のテーマは株の始め方完全版になります。株未経験者さん、初心者さんもこの一本で株の仕組み、配当、優待について、買い方、税金面、NISA って何などなど、すべて理解できる動画になっています。完全にゼロから始める人でもわかるよう、身近なものに例えたりしてめちゃくちゃわかりやすく解説していきます。役に立つ動画だと思ったら SNS 拡散などもご協力お願いします。今回はこのような流れでお話ししていきます。株を始めるにあたり、この一本の動画で全てわかるというコンセプトでお話ししますので、少し長くなりますが、他の動画を見る必要が全くないくらい内容を詰め込みますので、ぜひ最後までご覧いただき、今後も必要に応じて見たい場面を繰り返し見てください。動画の前半部分では株の仕組みや株を実際に買う証券会社について詳しくお話しします。どこの証券会社を使えばいいんだろう、そもそも株って何、どうすれば利益になるの、何か気をつけることはないのか、そういった疑問を全て解消していきます。後半部分ではデイトレード、長期投資、NISA、新 NISA など投資スタイルの説明をして、目的や性格別におすすめの投資スタイルをお伝えします。株の値動きのルールや税金ルールについてもしっかりお話ししますので、株を始めるにあたり不安はきっとなくなると思います。これは知りたいという項目きっとあったと思います。ここの部分はもっともっと深掘りして知りたいという項目が出てきましたら、当チャンネルのチャンネル内検索という機能を使ってみてください。きっと見たい動画が見つかると思います。では本編に入っていきます。株の始め方ですが、証券会社で口座を作ってしまえば本当にすぐにできます。それこそ今からやろうって決めて動けばすぐできちゃうんですよ。貯蓄から投資と言われる時代ですし、多くの人がやりたいって思ってると思うんですよ。でも難しそうっていう思いから、いつかやれればいいかなぐらいになって結局先延ばし。でもやっぱりやりたいなと思ってこの動画にたどり着いてくれた人もいっぱいいると思います。チャンスです。チャンスですよ。ここで動くチャンス。やりたいと思っても実際に動く人って100人に1人ぐらいなんだそうです。その1人になれるチャンスが今まさに訪れてるというわけですね。ただこれだけは絶対です。もし株を始める目的として専業トレーダーのようになって稼げるようになりたいなと思っているのであっても、今すぐにその道を選ぼうとはしないでください。9割以上、もうほぼ全員が最初のうちは負けるようになっています。ですから絶対やってやるぞと意気込んで会社を辞めたり、今ある収入源を放棄するようなことだけはしないでください。まずは株の仕組みについてお話ししていきます。株価がどのようにして決まるかというと、需要と供給によって決まります。よく需要供給曲線なんてことを聞いたことがあると思います。需要と供給が一致した。ここで適正価格が決まるということです。株式市場は朝の9時に開場します。その時点で買いたい人、買いたい株数ですね。それと売りたい株数。これが一致したところで始め値が決まるんですね。そこから先も需給によって株価が変動していくことになります。そんな難しいこと言ってもいきなりは想像しにくいと思うんですね。これはスーパーのお惣菜に例えると急にわかりやすくなります。ここに1パック300円の唐揚げがあるとしましょう。唐揚げ美味しいですよね。でこれが人気があっていっぱいあったのに売り切れたとします。そうすると300円という値段に対して需要があまりにも多いっていうことになりますよね。でスーパーは慌ててもう一回唐揚げを揚げに行ってで戻ってきたとします。あれだけ人気があったんだからきっと330円でも売れるんじゃないかなと強気に値段を釣り上げました。でこれで売れなかったら値段はつかない300円のままなんですけど、330円でも欲しいんだっていう人が出てきて330円で買うよっていう人がいれば、この時点で値段は330円に上がるってことになるんですね。だから買い手がついて初めて値上がりしたところ、この値段がつくっていうことです。でも330円にしたら最初数人は買ってくれたけど、急にもういいやって感じで誰も買わなくなったとします。もう買いたい人がもうほとんど買っちゃった状態になりますね。そうすると供給量330円でいっぱい上げてきちゃった唐揚げが多くって、売れ残っちゃうかもしれない。こういう風になるとだんだん今度スーパーは弱気になってきて、ちょっとやっぱ300円に下げますわと、誰かいりませんかと、割引シールとかあるじゃないですか。あれと同じ感覚で下がってきた。元に戻っただけですけど、300円にします。でも300円でも、いやもういらないよって買いたい人が出てこなかったとすると、このまま廃棄になっても困るから、さらにちょっと 10% 引きますわ。270円。これに変えたとします。そこで、だったら買うよっていう人が出てきた。270円という値段がここでつくわけですね。これが値下がりの仕組みになります。こうして時間の経過や状況によって値段っていうのがどんどん変わっていく。これが株価の仕組みになります。人気の銘柄なんかはこれが数分どころか数秒のうちに目まぐるしく変わっていくんですよ。最初のうちは値動きがおとなしい銘柄を見て、こういう仕組みになっているんだなっていうのを見ていく方がいいと思います。次はどうやったら利益が出るのかということについてお話しします。株式投資の利益はキャピタルゲインというものとインカムゲインというものに分かれます。
キャピタルゲインというのは売買によって得られる差益のことです。先ほどの唐揚げなんですけど、まず300円で売り切りましたよね。お店で新しく揚げている間に300円で買った人が、330円なら誰かに売ってあげてもいいよって言い出したとします。それなら私欲しいです。こんな感じで手を挙げる人が現れた場合、そこで売買が成立しちゃうわけですね。本当はいけないことですけどね。で、だから300円で買って330円で売った人っていうのは、ここで30円の利益、差益が出るんですね。これがキャピタルゲインになります。お店で新しい唐揚げができた時、これも売り切れてさらに値上がりするんじゃないかなと思って330円で買ったとしましょう。でも先ほどの流れで270円に値下がりしてしまった場合、値上がりを見込んで330円で買った人は60円の損になります。これが株式投資で損が出る仕組みになります。インカムゲインというのは株を持っていることで利益が得られる仕組みです。配当や株主優待のことですね。で、これについては少し待ってください。先にキャピタルゲインを得るために株価の値上がりをどうやって予想するのか、こういうお話をしていきます。テクニカル分析といってチャートを見て予想したり、板読みというのを駆使して株価の変動を予測したりします。チャートというのはこちらですね。こんなの見て何がわかるんだよって最初は思うかもしれませんが、これが深くてですね、様々なパターンを覚えることによってどこに優位性があるのかみたいなことが結構分かってきたりするんですね。で、板読みに関してはこちらです。これは板と呼ばれるもので、いくらで買いたい、いくらで売りたいというお互いの意思表示をする場所となります。オークション会場のようなものです。唐揚げの値段をつけているようなところですね。いくらなら買うよ、いや、いくらなら売るよっていう風に、お互いの意思を出している感じです。この板の見方については、後でもう一回詳しくお話しします。これらを用いて株価を予想する人は、唐揚げの品質よりも、その唐揚げを求めて来店する人たちの心理を見て株価を予想するタイプなんです。今お客さん多いし、今から夕飯を作るには遅い。なら買いたいと思う人がきっと多いだろう。だから値上がりしていくんじゃないかなとか、そういった感じで予想するタイプですね。もう一つはファンダメンタルズ分析っていうのがあります。これはその銘柄、会社の業種や業績からその後の株価を予想するやり方です。決算書を読み、内容を吟味することで周りに対して優位性を出していきます。唐揚げの例言っちゃいますか。これはその時点でお客さんがどうこうではなくって、唐揚げそのものの品質に着目します。揚げ物というジャンルの人気度、そしてこの店の唐揚げの味、近隣住民の平均年齢、世帯構成などを考え、今後このお店の唐揚げは人気になるのかどうかを長期目線で考えていくんですね。実際は唐揚げ長期で持ってたら腐っちゃいますけど、それでイメージは分かっていただけたと思います。後に投資スタイルについての項目でもお話ししますが、この唐揚げ分析、自分だったらどっちの方が向いてるかなって考えてみてください。お客さんの心理で分析するタイプか、唐揚げの品質に着目するタイプ、どっちが自分に合ってるかなってことです。この動画を見ていってテクニカル分析や板読みについても興味が出ましたら、チャンネル内検索でチャートとかテクニカル分析とか板読みと検索してみてください。入門から発展編まで全て用意しています。さて、それではインカムゲインの方に行きます。配当も株主優待も、ある決められた日の時点で、その株を保有していればもらう権利が発生します。配当も株主優待もその有無は銘柄によって違います。自分が欲しい銘柄に配当や優待があるのかどうかはチェックしてみてください。またそれだけじゃなく注意しなければならないことがあります。株の取引には現物買いだけでなく、信用買いであったり、信用売りという、いわゆる空売りっていうものがあります。株主優待っていうのは現物の株で保有していないともらえません。厳密には信用買いだと配当ももらえないんですけど、これには配当相当額っていうものがあって、それをもらうことができるので、配当に関しては信用買いでもあまり気にする必要はありません。ただ反対に信用売り、空売りをしている状態だと、その配当相当額っていうものを支払う側に回らなければいけないので、空売りをしている場合は、配当落ち日と言われる日には注意してください。最も重要な点としては、現物株を持っていないと株主優待はもらえないということですね。絶対覚えておきましょう。そしてこの現物取引には先金決済というルールがあります。これは同一資金で同一銘柄を同一の日には1回しか取引できないというルールです。これめちゃくちゃややこしく感じるし、お金あるのになんで買えなくなったのってなって慌てて調べる人も多いんですよ。それならまだしも、なんか急に株売れなくなっちゃったんだけどってなってパニックになる人もいます。私もその経験をしたことがあります。それでめちゃくちゃ損しました。で、やっぱり分かりやすくするためには唐揚げですね。唐揚げを買うぞって300円握りしめてお店に来ました。で、最初に300円で唐揚げを買ったとしましょう。売り切れになったタイミングで他の人に330円で売りました。そこで30円の差益が出ました。キャピタルゲインをもらいました。で、所持金は330円ですよね。で、その後270円に値下がりしたから、ここでまた唐揚げ買えば、なんか60円得した状態で唐揚げが買えるなって思ったから、よし買おうって思ったとしましょう。もちろんその時唐揚げのパックそのものは違うでしょうけど、唐揚げという同じ銘柄だと思ってください。今持ってる330円のうち300円は最初に唐揚げを買うために使いましたよね。だから今日の間はこの
の300円に関してはもう唐揚げを買うことができないんです。これが先金決済のルールなんです。コロッケなら買えるんですよ。春巻きも買えます。でも唐揚げだけは買えないんです。一応これもしっかり説明した動画を出していますので、今のうちに詳しく知っておこうって思った方は、チャンネル内検索で先金決済調べてみてください。ちょっと面倒だなと思ったとしても、将来いつか、なんか買えなくなったとか売れなくなったってなったら、あ、そういえばっていう感じでちょっと戻ってきてチェックしてみてください。次は空売りとはですね。私25歳になってすぐに株式投資始めたんですけど、この空売りっていうのがなかなか理解できなかったんですよ。今でも株で考えると色々ごちゃごちゃしてきちゃうんですね。これは唐揚げではなく転売に例えると分かりやすいです。その字の通り、空売り。在庫が空なのに売るっていう行為なんですね。任天堂スイッチとか品薄で高騰してた時期があったじゃないですか。需要が強く唐揚げが売り切れちゃって値上がりした時と同じ状況だったと思います。3万円で仕入れたものを4万円で売る。これが通常の転売です。一緒にするのはどうかと思うけど、株のキャピタルゲインと同じ仕組みになっていますね。ただ、4万円でスイッチが欲しいっていう人を見つけたけれど、自分がスイッチを持っていなかったとしましょう。でもきっと自分なら3万円で仕入れられるだろう。だから4万円で買ってくれる人に売りつければ1万円儲かるはずなんだと。どうしましょう。そう、先に4万円の人に、じゃあ私売りますねっていう風に契約しちゃうんですね。これが在庫が空、ないのに売るっていう行為で空売りになります。ここで売買が成立したのはいいんですが、問題はここからです。自分の手元にスイッチがないのに、売るよっていう契約をしてしまったんです。本当はいけないはずです。禁止ですよ。こうなると、いつまでに送りますっていう、その期日までに、スイッチを他から買って、調達しなければならないわけです。株の空売りに関しては証券会社から借りて売る形なので、ちょっとケースは違うんですけど、分かりやすさを優先するために、このまま手元にないスイッチ物語でいきます。送る期日までに3万円で購入する努力をし、買うことができれば、その差額である1万円が儲かります。4万円で先に売っておいて、で、後から3万円で仕入れたので、1万円差額ありますよね。これ、キャピタルゲインと同じで、株の空売りで利益を出す仕組みになります。しかし、仕入れがどうしてもうまくいかなくって、泣く泣く5万円で仕入れることになってしまったら、ここで1万円損失が出るんですね。これが空売りで損が出るパターンなんです。またですね、株の格言に、買いは家まで、売りは命までっていうものがあります。信用取引の買いで大損した時、大負けした時は家を売らなければいけないぐらい負けてしまうリスクがある。でも、信用売り、つまり空売りで大負けになってしまった場合は、命まで取られるほどの大負けになってしまうリスクがあるんだと。そういう格言になります。信用取引はリスクもリターンもやろうと思えば3倍にできてしまうんです。慣れるまではとりあえず控えておきましょう。また、空売りの場合は買いの時と違ってリスクが限定されないんですね。スイッチの転売で考えた時に3万円で仕入れて高く売ろうと思った時、仮に価格が下がってしまっても最悪ゼロになるだけですよね。だからしっかり仕入れる。買ってそれを売ろうとした場合は最大損失が3万円に限定されるのがわかります。でも先ほどのように4万円で空売りをした場合どうでしょうか。もう本当にどうしても仕入れ先が見つからず、このままだと詐欺みたいになって捕まってしまう。いくらでもいいから誰かからスイッチを買わなければいけない。そんな時に100万円になるってやってもいいけどね。もう詐欺にならないためにもその100万円の人から買うしかありません。そうすると96万円もの損失になるわけです。このように空売りの場合は損失額が限定されない。青天井になってしまうということも絶対に覚えておいてください。ちなみに私40万円弱の空売りをして50万円以上負けたことがあります。これもチャンネル内の動画でお話ししています。だから本当に怖いですよ、空売り。本当気をつけてください。株の世界の仕組みご理解いただけたでしょうか。先ほども言いましたけど、深掘りしたいテーマが出てきたらチャンネル内検索使ってみてください。ここからは株はどこでどうやって買うのかお話ししていきます。どこで買うのかっていうのは証券会社で買うんですけど、今はインターネット証券が主流ですから、これから始める人はネット証券口座を開設しましょう。めちゃくちゃ簡単です。YouTube で動画を探すよりも簡単なので、今この動画を見ている方は絶対にできます。開設は全てパソコンかスマホ1台あればできますし、今後株の取引をするのも同じくパソコンかスマホ1台で完結できます。便利な時代になったもんなんだなと思うかもしれませんが、これ私が始めた2006年の時からずっとそうです。当時スマホなんかなかったけど、パソコン1台で簡単にできました。つまり難しそうっていうのはもう株式投資っていうそのなんていうか敷居の高そうなイメージだけなんですよ。実はずっと簡単だったんです。私のおすすめのネット証券会社は楽天証券、松井証券、SBI 証券になります。その他にもたくさん証券会社があってそれぞれのメリットもあると思いますが、私の個人的なおすすめというだけでなく、周りのデイトレーダーさん、トレーダーさんたちを見ても今言った楽天証券、松井証券、SBI 証券は全て開設済みという人が多いです。株を売買するときは証券会社のホームページ
ジ上でも注文できるんですけど、それぞれの証券会社が作って出しているトレードツールというものがあります。楽天証券はマーケットスピード1、2。松井証券はネットストックハイスピード。SBI 証券はハイパー SBI2 というものがあります。松井証券は多くのデイトレーダーが使っています。私も2014年からメイン講座として使っています。使い始めた最大の理由は、1日信用取引というデイトレードならば手数料が無料だったんですね。今では他にも信用取引の手数料が無料のところもありますが、この松井証券のネットストックハイスピードというトレードツールは、注文が簡単かつ迅速にできるんです。速度も速く注文管理も分かりやすいので重宝しています。損益の確認画面もシンプルで分かりやすく、Twitter とかを見るとこういう収支報告画面上げてる方って結構見ます。これは松井証券のホームページの画面になりますので、こういう収支報告をしている人は松井証券をメインで使っているってことになりますね。楽天証券のマーケットスピードは私が株を始めた2006年からずっと愛用していて、今でも多くの銘柄を監視する上で、このマーケットスピードは絶対に外せないツールになっています。また楽天証券にはチャイエックスって呼ばれる施設取引所があり、他の証券会社にはない特殊なトレードもできます。これだけでも解説必須の証券会社と言っていいんじゃないかなと思います。Twitter 上ではこのような収支報告画面もよく見られます。こちらは楽天証券のスマホ画面になります。こちらも愛用者がとても多いですね。SBI 証券は私はほとんど使ってないんですが、 IPO といって新規公開株の申し込みをする上で SBI は外せないって言ってる投資家もいっぱいいます。また先ほどのチャイエックス同様 PTS という私席取引所の時間外取引もあります。楽天証券や松井証券は夜間の取引が5時からなのに対して SBI 証券は4時半から始まるんですよ。完全に30分フライングします。ですから夜間も取引したいという人にとってはもう解説必須証券会社となります。各証券会社の詳しいまとめを書いた記事を下の概要欄に貼っておきますので、解説の際にはぜひ参考にしてください。ちなみに松井証券ネットストックハイスピードの設定方法、楽天証券のマーケットスピードの設定方法はともに完全版動画を当チャンネルで出していますので、ぜひ解説した際にはチャンネル内検索でご覧ください。この2社は自信を持って本当にお勧めできます。次は注文受付時間ですね。株式市場は平日午前中は9時ちょうどから11時半まで。これ昔は11時までだったんですよ。で、今は11時半までトレードがあって、そこから1時間お昼休みがあって、その後12時半から始まって3時まで相場が開いています。東京証券取引所で取引が行われるのはこの時間になりますが、注文自体は証券会社がメンテナンス中でもない限りは365日24時間どこでも受け付けています。土日は結構メンテナンスをしている証券会社も多いので、このあたりは注意してください。前日の夜にあらかじめ注文を入れておけば8時の時点で、その注文が通って板の気配っていうものに反映されます。そして9時の段階で自分の希望する価格需給が一致して、その価格で約定があればそこで売買が成立することになります。それから時間外取引もあって、先ほどお伝えした PTS ですね。この施設取引所では夜間5時から11時59分まで取引があって、 SBI 証券は先ほども言ったように16時半から始まります。また朝は8時20分から始まります。で、そして4時まで取引があるので、これは昼休みの間、ここもぶっ続けで PTS では取引できます。なので、夜間とかじゃなくって、お昼休みもトレードしたい。そういう人は昼休みも PTS 見てもいいと思います。ただ、昼休みはですね、あんまり取引は活況じゃないです。次に注文方法の種類についてお話しします。注文方法には、成り行きという注文方法と、差し値という注文方法があります。成り行きというのは、もういくらでもいいから買いたい。もういくらでもいいから売りたい。そういう注文の仕方になります。対して差し値っていうのは、希望の価格を決めて、その値段になった時に売買が成立するというやり方です。何度も唐揚げですいません。これが最も分かりやすいんですよ。300円で売り切れた時、どうしても唐揚げが食べたいんだ。そう思ったら、もういくらでもいいから唐揚げ売ってください。誰かお願いしますって言うじゃないですか。もういくらでもいい。これがだから成り行きなんですよ。株式市場ならば、330円で売りますってプラカード持ってる人。これが板ですね。売り板って言って330円で売るっていう板の人がいます。その横に315円で売るよってプラカードを持ってる人がいたとします。これが唐揚げだったら、この315円のプラカードに気づかないで330円の人から買ってしまう可能性もあるかもしれませんが、これはですね、株の場合は心配いりません。成り行き買いって入れた時に、その時点で最も安いプラカードを持ってる人から買えるようになっていますので、いくらでもいいよって言ったから、その最も高い人から買うとかそういうことはないです。だから安心はできますね。で、差し値の場合は、唐揚げ食べたいけど、330円とか40円とか出してまで欲しいわけじゃない。でも、300円は売り切れてしまった。だから305円ぐらいだったら欲しいなと思って、プラカードを持って、305円で売ってくれる人いませんかって待ってる状態になります。さっきの例で言えば、315円なら売りますよ。こういう人がいたわけですよね。305円なら買いたいっていう人と、315円なら売ります。このどちらかが妥協することで、きっとどこか310円とか307円とか、そういうところで売買が成立することになると思います。
私のトレードのほとんどはこの差し値というスタイルで注文しています。個々のトレードスタイルでも違ってくると思います。これは実際の板を見てご説明します。左上に現在値というのがあります。現在唐揚げは770円ということですね。右側の赤い枠が買い板になります。唐揚げをこの値段で買いたいというプラカードになります。これ768円も767円も200株欲しいという注文になっているんですが、注文を入れているのが1人で200株なのか、それとも2人で100株ずつなのか、これはこの画面ではわかりません。これは古板というものを表示すればわかるようになっていますので、必要と感じたら古板を使ってみてください。下のアンダーというのはこの見えている値段よりももっと安く買いたいというプラカードの合計になります。左側の緑枠は売り板になります。この値段なら売りますよというプラカードです。オーバーというのは見えている値段よりももっと高く売りたいというプラカードの合計になります。唐揚げの現在値は770円になっていますが、その770円で買いたい人も売りたい人もいないのがわかります。両者ともに差し値を入れて待っている状態になります。もしここでいくらでもいいから買いたいんだと、そう思って成り行き買いという注文を入れた人がいたら、プラカードの中で最も安い773円で買えることになります。もしもここで500株の成り行き買いという注文を入れたならば、773円で300株、774円で200株買える形になります。差し値の場合はお互いが待ち続け、片方が妥協してくれた時に売買が成立する形になりますね。先ほどの成り行き買い注文が入ったのならば、買い側が妥協したことになり、売りが約定、つまり売れることになります。500株の成り行き買いでしたから773円は全員売れるんですが、774円でプラカードを持っていた人は200株早く並んだ人が売れることになります。これ順番待ちなんですね。200株は売れ残ってまだ待つことになります。どうしても売りたいからって妥協して772円に売り差し値を変更したりすることももちろんできるんですけど、そうすると771円のところにバーって割り込んで売り差し値入れてくるような、そういうアルゴリズムと呼ばれるような自動売買システムも市場にはあります。これ結構イライラさせられるんですよ。こういったものもいますんで、ちょっとそのあたり覚えておいてください。もちろんアルゴについての動画も出していますんで、チャンネル内検索使ってみてください。次はトレード環境ですね。1日の中でトレードを完結させるようなデイトレードでもなければ、パソコン1台あれば私は十分だと思っています。よくトレーダーってパソコンやモニターがずらーって並んでるイメージあるじゃないですか。こんな感じの。これは主にデイトレーダーが作る環境です。もちろんデイトレ以外でもこういった環境を作ってる人もいるので、好みとかにもよるとは思います。ちなみに私はほぼデイトレ専門ですが、環境はこんな感じです。デイトレーダーの中ではモニターも少ない方だと思うんですけど、私自身はこれで十分だと感じています。人それぞれ欲しい情報っていうのは違います。デイトレをする上では2画面以上あった方がいいなとは思うんですけど、それ以上必要かどうかはとりあえずやってみて、足りなかったらその都度追加していく、そういったイメージでいいんじゃないかなと思います。そしてもちろんあります、チャンネル内検索。トレード環境と検索してもらえば、私のトレードルームの紹介動画だけでなく、なんとトレーダーさん54人に協力してもらって作った54人分のトレード環境動画もあります。単純に見るだけでも本当に面白いと思うんですけど、この環境を真似して作ってみたいと思うような環境がきっと見つかると思うんです。ぜひご覧になってください。ここからは動画の後半です。投資スタイルは性格によって向き不向きもありますし、目的によっても違ってきます。それぞれのスタイルを分かりやすくゲームに例えて紹介し、性格別、目的別にどの投資スタイルが合っているのかをお話しします。まずデイトレードはアクションゲームです。デイトレードはもうその名の通り、デイ。1日で完了させるトレードなんですね。その日のうちに買って売って取引を完結させます。デイトレの中でも細かく分けると、数秒から1、2分でトレードするようなスキャルピングというスタイルもあれば、もっと保有時間が長いデイトレもあります。考えられる時間が非常に短く、即決即行動が求められるトレードスタイルになります。アクションゲームは例えばストリートファイターなんかそうなんですけど、相手が攻撃してくるとガードするわけですよ。ガード、これ下の方の攻撃されるとしゃがんでガードすることになるんですけど、しゃがんでガードすると今度下段のしゃがみガード不能技っていうのとかがあって、それを突然出されると瞬時に反応できないんですよ。これ本当にできないんです。と思うし分かってはいるんだけど、急に立って立ちガードに変えるっていうのがなかなかできないんですよ。これ反射神経の問題もあると思います。私スプラトゥーンとかもやるんですけど、そういう打ち合いの TPS とか FPS ゲームって言われるのも同じだと思います。こういう反射神経や瞬時の判断が必要なゲームって上手い人になんでそんな風にできるのって聞いても感覚なんだよねみたいな答えって多いんですよ。ここがこうだからこうなってこうなるからつまりこういう風になってとかじゃなくって、ここでガッてなってシュッと来てドンなんだよねみたいな。それに相手もいて心理も重要なので、こうやると相手が嫌がるだろうなみたいな
のも瞬時に考えて行動に移す必要があります。これたびたび論争みたいにもなるんですけど、デイトレもやはり同じで心理的要素や感覚的なものが強いです。先ほど触れたように瞬時の判断が求められるので、決算がどうとか2週間前の動きがこうだったからとかいろいろ考えてる暇がないんですよ。反射神経も大事だし、こうだろうと思ってもお金がかかってるから、それを瞬時に行動に移すメンタルや勇気も必要になってくるんです。でもちょっとなんて迷っていたら、それだけで状況っていうのはもう変わってきちゃいますからね。理屈だけでは勝てない可能性が高い、そういう投資スタイルです。投資にあって投資にあらずっていうイメージですかね。投機っていう感じなんですね。ですから真面目にファンダメンタルズ分析とかをしている人からすれば、感覚や直感、反射神経が大事というその理論そのものが受け入れがたいんじゃないかなと思います。これで論争になるんですよね。私も17年間デイトレをやってるわけですが、やはり感覚、反射神経、そしてそれを実行するメンタル、やはりこれらが大事だと思っています。知識がなくってもある程度の経験とそれらが備わっている人の方がうまくいくように思います。で、このデイトレードというのは性格的にコツコツですね。コツコツ積み上げていくのが好きなんだという人に合うはずです。デイトレは日銭を稼ぐものという格言もあって、大きく取るよりも日々商いトレードでコツコツ積み上げていくイメージです。株を長く持ってると損するかもってビクビクするようなビビリタイプにも向いてると思います。ちなみに私めちゃくちゃビビリタイプです。自分はもしかしたらデイトレタイプかもしれない。そう思っても、いやそんな9時から3時までパソコンの前に張り付いてなんかいられないよと、そう思う方もいるかもしれません。でもそこは心配ありません。デイトレは基本的に朝の30分ですね。9時から9時半の間がデイトレゴールデンタイムと言われていて、最も取りやすい時間帯と言われています。ですから出勤前の30分だけデイトレードをして、それで出勤するという人もいますし、あえてこの30分しかやらないんだという人もいます。私も朝の30分から1時間に重点を置いていて、それまでにきちんと勝って、残りの時間を他の有意義と思うことに使ったりしています。時間の使い方も個々の自由で、融通が利く。これもデイトレのいいところだと私は思っています。次はスイングトレードです。スイングトレードは数日から数週間先を見据えてトレードするスタイルです。これはシミュレーションゲームに近いです。瞬時に判断するよりも、もっと判断材料をしっかり集め、時間をかけて考える。でもそんなに長期で考えるわけではなくって、それなりに早い段階で結果を出したい。そういうタイプですね。業績等ももちろん大事にはなりますが、長期投資よりも時間軸はかなり短くなりますので、心理面へのアプローチも大事になってきます。そういう意味では、将棋やオセロのようなボードゲーム好きにも向いているかもしれません。やはり相手あってのことですから、こういう時こうされたら嫌だろうな、こういう時多くの人はこう思うだろうな、ってことはこの場面ではこの一手が有効ではないだろうかと、このようにいろんなことを考えてシミュレーションしていき、結果的に株価が思い通りに動けば、それは楽しいでしょうね。ちなみに私、残念ながら将棋も苦手で、なおかつスイングトレードはめちゃくちゃ下手です。苦しみしか味わったことがないので、その楽しさはわかりません。このスイングトレードは短期間で大きく勝ちたいと思うタイプ、そして時間をかけて判断できますので、勉強熱心な人に向いているはずです。ただほとんどの場合、リスクとリターンっていうのは10日、同じ重さになってしまうので、短期でもっと大きく取ろうと考えれば考えるほど、リスクもそれだけ大きくなっていきます。私は短期間で保存する方を何回かやらかしてます。でも短期で大成功する人も見てきましたので、勉強熱心かつシミュレーションゲーム、ボードゲームが好きという方はチャレンジしてみる価値は十分あるかと思います。次は中長期投資ですね。これは RPG です。老後の資金、子供の学費、家の頭金などなど、それぞれが持つ目的に向かって考え、試行錯誤していく中長期投資。これはまさに RPG ゲームと似ています。ラスボスを倒して世界を平和にという目的を持つ RPG ゲームも、そのために勇者、舞踏家、魔法使い、賢者など仲間を集めながら旅をします。旅の途中でカジノに寄ったりして付加要素を楽しんだりもすると思います。長期投資もどの銘柄の成長性が高そうか、強い仲間となり得そうか考えるわけです。決算書や会社指揮法などを使って会社そのものを詳しく調べていくわけですね。長期ですから先ほどまでのような心理面はほとんど気にせず、その銘柄の将来を考える人が多いはずです。時間をかけてじっくり考え、時には方向転換もします。仲間の入れ替えですね。カジノのような付加要素を楽しむように長期投資をしている間には配当や株主優待というインカムゲインの付加要素を得ることもできると思います。長く時間をかけて目的を達成する旅に出る、そんなイメージの強い中長期投資は RPG ゲーム好きに向いていると言えると思います。もちろんどれか一つに絞らなければいけないということはありません。世の中にはアクション RPG ゲームなんていうジャンルもありますよね。デイトレと中長期投資を併用している人だっているんです。シミュレーション RPG なんていうゲームもあります。スイングトレードと中長期投資の併用ですね。アクションシミュレーション、デイトレとスイングを併用している人もたくさんいます。
最後は NISA、新 NISA ですね。私 NISA に関してはかなり勉強したんですが、魅力を感じなくて今までやってきませんでした。しかし新 NISA の内容は非常に魅力的と感じましたので、新 NISA はやろうと考えています。詳しくはまた新 NISA にフォーカスした動画を撮ろうと思いますので、そこでお話ししようと思っています。NISA はゲーム実況を見るのが好きな人に向いています。新 NISA では積立投資枠と成長投資枠に分かれ、年間での非課税枠の上限があります。成長投資枠では自分で選んだ個別株投資も可能ですが、積立投資枠の方は投資信託を選んで購入することになります。成長投資枠を使って投資信託を買うこともできます。そのゲームに興味はある。でも自分で色々と考えたり動かしたりするのはちょっと面倒だなと。でもストーリーは見たいしな。そんな時はゲーム実況者の配信を見たりしますよね。ちなみに私も時々サブチャンネルでゲーム配信やってます。よかったら下の概要欄からお願いします。株に興味はあるし、資金も増やしたいと思っている。でも色々考えたり自分でデイトレとかやるのはな。そう思うタイプはまさにこの NISA で投資信託を買うのに向いていると思います。ゲーム実況も配信者を選ぶじゃないですか。それと同じように投資信託を選ぶ。どの投資信託にしようかな。その判断は必要ですけど、そこから先はその投資信託にお任せでできますからね。投資信託は手数料もかかるし、マイナスになっても手数料は取られるから、やらない方がいいよっていう意見も根強くあると思います。でも昨今の加速するインフレ、光熱費も高騰、銀行に預金しておくより投資に回そうという流れ、加速していると思います。仮にこの新 NISA とかで投資信託を買ってマイナスになるような世界株価の動きなのだとしたら、自分で選んで投資した場合、もっとひどいことになってる、そういう可能性も高いと思います。例えば全世界の株価に連動するような投資信託を選んでおけば、世界の景気が良く、さらにインフレが加速するようなことになっても、同時に自分の資産もきっと増えていくことになると思います。細かいことはあまり気にせず、長期で見て少しずつでもいいから増えていってくれないかなと、そういう風にドシンと構えられるような、そういうタイプには、この NISA、新 NISA はバッチリ向くと思います。ただもちろん投資である以上、リスクっていうものはある。これだけは覚えておいてください。NISA をやりたい場合は、まず証券会社の口座を開いてください。先ほど言ったように下の概要欄にまとめた記事が貼ってあります。そして証券会社の口座を開設した上で、NISA 口座を開くための申請が改めて必要になりますので、これは覚えておいてください。疲れましたよね。あと少しです。頑張りましょう。株価は時に大きく変動することがあります。損してもこのぐらいかなっていう許容範囲を大きく超えることもあります。デイトレードだってもこれは同じです。特に決算期などは大きな変動をしやすいので、決算シーズンは自分で取引する銘柄の決算日、事前にチェックしておきましょう。そうでないと取引時間中に発表があって、思わぬ大損に繋がってしまうこともあります。私は14時に突然発表された材料によってデイトレなのに2分で50万以上の負けが確定したことがあります。先ほど話した空売りの大損体験なんですが、本当に呆然自失となりました。決算発表が15時の予定だったんですが、違う材料を14時という1時間前にフライングで出してきたんです。こういうこともありますので、リスクを嫌う人は決算が近い銘柄は触らないようにするなど対策をしておいた方が無難かもしれません。また、市場にはストップ高、ストップ安というルールがあります。通称 S 高、S 安なんて呼ばれます。これは1日の中であまりに大きく異常な値動きをさせないためにあります。価格帯別に値幅制限というものが設けられています。1日の中でそれ以上の変動は起こらなくなっているんです。値幅制限の上限まで達したらストップ高となり、下限まで達したらストップ安となります。一概には言えませんが、ストップ高にビターッと張り付いた銘柄に関して言えば、買いたいという人があまりにも多いということになりますので、翌朝さらに株価は上から上がりやすいと言われています。反対にストップ安にビターッと張り付いてしまった銘柄に関しては、その値段以下でもいいから売りたいっていう人がたくさん押しかけている状態なので、翌朝株価はもっと下から始まるケースが多いと言われます。このあたりはその張り付き方にもよりけりなので、ストップ高の翌日下から始まるケースだってもちろんあります。だからこれはどっちに行きやすいっていうのはよく言われるんですが、これはほんと参考程度に留めておいてください。また、場中に大きな買いや売りが出た際には、連続約定気配と言われる連買い、連売り、そこから特別気配と言われる特買い、特売りという形に発展することもあります。そうなると需給が一致するまで値段を切り上げたり切り下げたりしていきます。この時の気配っていうのは3分ごとに切り替わっていくことになります。この特買いや特売りに関しては、アメリカ市場が大きく上下した翌朝であれば、9時の段階でいろんな銘柄に特買いや特売りが起こります。なので、どういうものか見たい場合は、実際朝9時の段階でいろんな銘柄を見てみてください。どこかに特買い特売りはあるはずです。朝の特買い特売りに関しても、9時の時点で需給が一致していないと起こりますので、その後3分おきに気配が切り上がったり切り下がったりしていきます。この3分おきに気配が変わるっていうルールなんですけど、意外と知らない人多いんですよ。特にデイトレードをする上では絶対に必要不可欠な情報ですので、今のうちに覚えておいてください。最後は税金確定申告についてです。証券口座を開設するとき、一
一般口座か特定口座を選ぶと思います。これは迷わず特定口座を選んでください。一般口座を選んでしまうと利益が出た時必ず確定申告をしなければいけなくなります。そして何より申告に必要な資料を自分で全て揃えてまとめなければいけなくなります。めちゃくちゃめんどくさいです。私一回それやったことあります。特定口座であれば一発で証券会社が計算してくれた資料が出てきます。ですから確定申告をするとなっても非常に楽です。それに特定口座の源泉徴収ありという口座を選んでおけば利益が出ても確定申告する必要がありません。自動的に税金が転引きされるシステムですから楽だしとてもおすすめです。どうしても源泉徴収されると資金効率が悪いからされたくないっていう人は、特定口座源泉徴収なしを選ぶことになるわけですが、利益が出たら確定申告をする必要が出てきますのでご注意ください。先ほど最初のうちはほとんどの人が負けると言いました。マイナス収支だった場合はどの口座であっても確定申告の義務はありません。しかし将来を見据えて確定申告をしておいた方が得です。いや、しなければめちゃくちゃ損です。株の損失は損失繰越という制度があって3年間繰り越せます。翌年や翌々年に利益が出た際、損失繰越があればその分税金は安くなります。しかしマイナスが出た時にきちんと確定申告をしておかないとそれが認められませんので、マイナスの時こそきちんと確定申告をしておきましょう。マイナスの確定申告は気分が乗らないかもしれませんが、この申告は未来の財産になりますからね。確定申告のやり方が不安、わからないという時も当然当チャンネルのチャンネル内検索をご利用ください。確定申告のやり方も真似するだけでできるようにきっちりわかりやすく動画にして出しています。長々とお付き合いありがとうございました。そして大変お疲れ様でした。株の始め方完全版というタイトルに恥じない動画になっていましたでしょうか？すべての不安、疑問点は解消できましたでしょうか？また聞きたいことがあるという方は遠慮なく下のコメント欄で聞いてください。丁寧に対応させていただきます。このチャンネルは株未経験者さんの、初心者さんの、そして勝てなくて悩んでいる方のかゆいところに手の届くような動画をたくさんアップしていますので、ぜひチャンネル登録をしていろんな動画を定期的に見てください。リクエストも受け付けています。今後も初心者さんが一緒に成長していけるような動画作りを心がけ、一生懸命更新していきますので、高評価やコメント、SNS やブログ等での拡散もご協力よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。